はいどうも、フィリピン移住の案内人の村田です。今日もブラカン州マロロスの自宅作業部屋からです。2020年はコロナウイルス一色の年でした。皆さんコロナウイルスに、脅威を感じてらっしゃるのかなと思います。私はですね、はっきり言いますと、コロナ肺炎よりデング熱が怖いです。蚊の多いフィリピンではですね、デング熱っていうと一般的っていうか結構かかりやすい病気です。私もですね、実際にデング熱にかかったことがあります。今回はですね、コロナのおかげですっかり影が薄くなってしまったこのデング熱の症状だとか対策について、私のですね、実際の経験をもとにお話ししようと思います。フィリピンに住んでる人、それから、これからフィリピンにやってくる日本人の方はですね、この動画を最後まできっちり見て、しっかりと、デング熱対策ですね、行うようにしましょう。それでは本編、行ってみましょう。この動画の流れですが、まずはデング熱についてちょっと概要というか簡単に説明をします。その次にですね、実際に私がデング熱にかかってね、入院した時のお話をします。そして最後にですね、デング熱の対策についてお話しします。このチャンネルでは、フィリピンのローカルでの生活に関すること、移住に関すること、その他様々なフィリピンの情報を動画でお届けしております。気になる方はぜひですね、チャンネル登録一つよろしくお願いします。さらに情報を確実にキャッチできるようにですね、通知設定ですね、ベルのマークの通知設定もこのように設定をお願いします。まずはですね、デング熱について簡単に説明をします。デング熱とは、主に熱帯で流行する感染症です。蚊を媒介にして感染していくんですね、ウイルスが。日本ではですね、2014年に国内で、感染者が見つかって、大騒ぎになりましたよね。ニュースでご覧になった方も多いんじゃないかと思います。ほとんどの場合はですね、問題なく順調に回復するんですね。自然に治っていくっていうのが多いそうです。これはコロナウイルスなんかも一緒だと思います。治療せずに死亡するケースっていうのはね、だいたい全体の 5% から1% ぐらい。で、適切な治療を行っている場合はですね、そういう死亡する率っていうのは1% 未満と言われてます。しかしですね、重症化してしまった場合、重症化してしまった人に関してはですね、死亡率が 26% もあるんで、これ結構侮れない病気ですよね。世界中で見るとですね、年間にですね、約5000万から1億人ぐらいが感染して、そのうちですね、12,500人から25,000人程度が亡くなっているというデータがあります。で、この病気ですね、先ほど言ったように、蚊がたくさんいるところでしかね、流行しないので、コロナウイルスみたいなね、感染者数とか、それから死亡数にはなりませんが、怖いのはですね、やっぱり重症化してしまうと、結構高い確率で亡くなってしまうということですね。それとね、もう一つ問題があります。それはですね、ワクチンがないんですね。コロナウイルスのワクチンについてはね、2020年11月現在で、臨床試験とか様々な完成間近っていうね、ニュースやってると思うんですけれども、デング熱っていうのは結構昔からある病気なんですけれども、未だにワクチンが存在しないんですね。この2つの病気のどちらがやばいとかですね、危険だとかっていう話をするつもりはないんですね。私、専門家でもないんで。ただですね、私がね、実際身に染みて思ったのはですね、この病気の怖いところは、死ななかったにしても、治るまでの間ですね、症状がものすごくきついんですね。症状について詳しくはですね、この後じっくり解説します。はい、ではここからですね、私の実際の経験なんです。私ですね、移住してきた年の2017年の12月末ですね、年末の忙しい時にですね、デング熱にかかりました。デング熱にかかったまま年を越しました。で、私その時のね、様子をね、回復した後にね、ブログにきっちり書いて残してたんですね。その内容を今回お送りします。最初はね、なんかちょっとだるいかなぐらいの倦怠感っていうんでしょうかね。だるい感じがあってね、でそのだるい感じのまんまですね、夜ベッドに入って、で次の日に起きたらさあ大変と、激しくだるいで熱も出てる、そして頭痛ですね、結構頭痛いと。その日はですね、奥様が店番だったんですね。で私は自宅に留守番をしてたんですね。で洗濯をしなきゃいけなかったんで洗濯取り掛かったんですけれども、もうちょっとだるくて頭痛くて無理だと、結局、ベッドに倒れました。ダウンです。頭痛と発熱に加えてですね、今度体の節々あちこち痛くなってきたんですね。ですので症状としてはインフルエンザにでもかかったのかなみたいな感じでした、その時は。その日はですね、丸1日もうベッドでダウンです。もう身動き取れませんでした。で、明くる日の2日目もですね、やっぱりベッドから起き上がれませんでした。この辺りでね、ちょっとおかしいなと思ったんですね。私はですね、かつてですね、熱が出てもインフルエンザでも何でもそうですけど、丸2日間以上ですね、ベッドから出られないっていうことってあまり経験したことがなかったんですね。
なんかちょっと変な病気にでもかかったかなみたいなね。でちょうど同じタイミングでうちの奥様もちょっとなんかやばいかなって思ったみたいでですね、3日目の明くる朝ですね、2人で病院に行くことになりました。で3日目は朝から病院に行って、血液検査ですね、血を取って検査して、で結果が出るのはね夕方っていうことだったんで、自宅で待機してました。で結果が出たっていうんでね、病院に行くんですけど、私もちょっと動くの硬かったんで、奥様にですね結果だけ聞きに行ってもらったんですね。結果言われたのがですね、デング熱、陰性ですということでした。しかもですね、血液の数値がかなりやばいということでですね、即入院っていう指示が出たんですね。即入院の指示が出たにもかかわらずですね、病院側の段取りのミスですかね、今日は入院できませんみたいなことになって、それでいてですね、お医者さんはですね、今日入院しないと死んじゃうかもしれないとか言って、うちの奥様をね脅かすわけです。結局ね、奥様が慌てふためいてしまってですね、その日のうちに入院できる病院を探そうということになったんですね。私はもう熱病でフラフラの状態だったんですけれども、ハイヤーのねトライシケルに乗っかってですね、あちこち病院を探すんですね。3軒病院回ってやっと入院先を見つけることができました。無事に入院もしてですね、病室も個室が取れたんですね。これよく言われることなんですけれども、フィリピンのねパブリックの病院ね、公立病院っていうところですね、ここはですねやっぱりちょっと環境的によろしくない待遇っていうか、衛生面だとかいろんな部分でですね、非常にちょっと日本人には結構厳しい環境だということを言われてましたんで、プライベートの病院ですね、私立の病院に入院して、しかも個室ということでですね、日本人からすればね、これがごく普通の入院なんですけれども、フィリピンでいうとね、とってもハイクラスのお金持ちがやること、なんですけれども、私も入院初めてでしたしね、あんまり劣悪な環境で入院とかしたくないなと思ったんで、そこに、入院することになりました。入院はね実際できたんですけれども、ただそこでしてもらえる処置っていうのはですね、ひたすらこう点滴を入れてですね、あとはひたすら水分をとってですね、そして、毎日血液検査をするだけ。そうなんです。デング熱っていうのはね、治療法とかそれから治療薬っていうのが確立されてないんですね。ですんで対症療法をするしかないんですよ。ですんでひたすら水分をとって、安静にすると。ただですね、ここでその毎日血液をチェックするっていうことが結構重要だったりします。詳しくはこの後解説します。ここでちょっとね、デング熱の諸症状のお話をします。デング熱のね、症状っていうのは一般的に、高熱とそれから倦怠感ですね、それから下痢や嘔吐があります。そして激しい頭痛っていうのもありますね。全身に発疹ですね、発疹が出たり赤く腫れ上がったりします。そして、粘膜からの出血とか粘膜以外のところから出血するっていうケースもあります。このですね、デング熱の諸症状についてはですね、ネットで調べてみるとかなりですね、個人差があるみたいなんですね。軽いの重いのもあるし、人によって出る症状がかなり違うようです。で、私はちょっとお医者さんではないので、この辺り専門的に語ることはできませんので、あくまでこれは一つの参考としてね、捉えていただくようにお願いします。この他にもですね、いろんな症状あるらしいんですが、私が実際に経験したのは今言った中の、激しい頭痛、かなり超激しい頭痛とですね、それから、粘膜からの出血をする一歩手前のギリギリの状態っていうのを経験しました。高熱がね、一旦落ち着いた頃に、第2波というか次の症状がやってきたんですね。ヘモグロビンだとか、血小板のですね、減少です。これっていうのはね、血液検査をしてみないとわからないんですよね。この血小板のですね減少が、重症化するとですね、さっき言った粘膜からの出血、あるいは粘膜以外の場所からの出血っていうのがね起こるらしいんですね。この症状が出てくると、デング熱っていうよりね、デング出血熱っていうもっと重篤な病気になります。なんか出血熱なんていうと結構やばそうな名前になってきますよね。これにかかってしまうとですね、死亡するリスクがぐっと高くなります。私はですね、この症状が出る一歩手前の状況だったらしいんですが、医者曰くですね、私ぐらいのその血液の数値までが下がるとですね、意識不明になっちゃう人もいるんだそうです。でこの血小板のですねその数値を、毎日確認するっていうことがその重要になってくると。血小板がですね極端に低下した場合はですね、輸血だとかそういった別の措置を取る必要があるんですね。私はそのギリギリ手前だったんで、輸血まではしないで済みました。そしてですね、何より辛かったのが頭痛です。デング熱にかかるとですね、この一般的にですけど目の奥のあたりですね、このあたりがね痛くなるって言われてるんですけれども、私の場合はちょっと違いました。頭のてっぺんにですね、上の方にですね
周期的にですね、激しい痛みがやってくるんですね。ちょっとね、表現力が伝わないんですけれども、例えるならそうですね、もう頭の中でですね、爆竹ですね。爆竹ってこう、パン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 ですよね。そんな感じで周期的にですね、痛みがね、ギン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 ってやってくるんですね。あれはもう苦痛でしたね。かなり悶絶です。あまりの痛さにですね、お医者さんに薬を出してもらったんですけれども、で結構強い薬をもらってですね、それを飲むと8時間はね頭痛が落ち着くんですけれども、ただねその薬っていうのが非常に強いので、1回服用したらですね12時間飲んじゃいけないんですって。次が服用できないんですね。そうするとですね、その薬が8時間で切れちゃうので、8時間経った後の残りの4時間ですね、4時間やっぱり頭痛にねこう悩まされるんですよ。あれがきつかったですね。もう本当にきつかったです。もがき苦しんだ感じです。ちょっとね言いたくはないんですけどもね、もう本当に頭痛くてですね、壁をかきむしったりとかガンガンやったりね、ちょっと規制を上げたりとかですね、もうちょっと人様にはね見せられないような光景でした。でちょっと薬のですね種類だとか処方を変えてもらってですね、その効果とね持続時間のバランスをとってもらうまでにね2日かかったんですよ。いろいろ飲みながらですね、その2日間はね本当にこう毎日こうやってね、そんな2日間を過ごしました。あの苦痛はかつて味わったことないですね。未だに忘れられません。あとはねひたすらですね、毎日水分を多量に取りながらですね、血液検査をして、その血小板の数値を毎日経過観察です。数値の回復が見られてですね、ようやく退院できるっていうところに来たのが、入院してから6日後のことでした。3日間ね、高熱にうなされた後にですね、入院してた日数が7日間、この合計10日間でですね、私の体重が60キロから53キロまでね、下がってました。この入院中の7日間はですね、うちの奥様につきっきりで病室に寝泊まりしながらですね、身の回りの世話だとかなんだとかをやっていただきました。この場を借りてですけれども、どうも本当にうちの奥さんありがとうございました。後から聞いた話なんですけれども、フィリピンではねこういった入院中やなんかに家族がつきっきりで身の回りの世話ですね、面倒を見てくれるっていうのはね、そんなに珍しいことではないそうです。でもねその後の感想としてはですね、私インフルエンザには3回ぐらいかかったことがあってね、似たような症状も経験してきたんですけれども、ただその一つ一つのね、重さが違う。もう二度とねデング熱にはかかりたくないと、心に誓いました。しかし先ほども言ったようにですね、デング熱ってフィリピンではそんなに珍しくない病気なんですね。結構かかる人が多いんですよ。ちょっと統計取ったわけではないんですけれども、大体周りのフィリピン人のそのデング熱にかかったっていう話を聞いてるとですね、おおむねそうですね、5人から10人に1人ぐらいの割合でデング熱経験してると思います。フィリピンのねセブに住んでる日本人ブロガーで有名なね元菩薩っていう人はですね、なんとこのデング熱に4回もねかかってるんだそうです。自身のブログで言ってました。多くのフィリピン人がですね、コロナウイルスに恐れをなしているわけなんですけれども、なぜかですねこのデング熱に対してフィリピン人はかなり無警戒です。私にはちょっと不思議でならないんですけどね、この病気ですからね予防をしなければいけません。予防策、これ簡単ですけど一つだけですね、蚊に刺されないようにすることです。毎日蚊に刺されてしまった場合もですね、その刺されたところを速やかに洗い流して、アルコールでね消毒することでですね、感染リスクをある程度下げることができると言われています。フィリピン現地ではですね、ココナッツオイルをね塗っとくと蚊に刺されませんよとかね、あとデングウイルスに感染した蚊はですね、すごく低いところを飛ぶから低いところを飛ぶ蚊には気をつけろとかなどなどですね、様々な噂が飛び交ってるんですけれども、実はそのほとんどがねデマ、嘘みたいです。ですんでね、あんまり情報にですね流されずにきっちり顔をシャットアウトしないといけません。で、フィリピン現地でできる対策としてはこれですね、これオフローションね、これ普通にドラッグストアですね、薬局とかスーパーとかで購入できます。このサイズでですね、だいたいお値段が100ペソぐらいだったと思います。日本円で200円ぐらいでね、ローションタイプなんでね、こういう見えますかね、こんな感じのね、ローションでこういう風にこう肌にすり込んで使います。ちょっとねこれローションタイプなんで塗る時にね手がベタベタするのが難点といえば難点ですね。実際にねこう自分で試してみて蚊よけ効果はね確認できました。大丈夫なんですけれども、持続時間はねそんなに長くないです。これパッケージにはですねこう8時間プロテクションなんつって書いてあるんですけれども、8時間はちょっと持たないですね。ですんで数時間おきにですねこうこまめにこう塗り直してあげないと、蚊が寄ってくる可能性があるんで気をつけましょう。
でですね、私はですね、ちょっと実際にデング熱にかかったトラウマがあるので、蚊に対してはですね、万全を期して臨んでいます。で、私が使っているのがこれですね。無比の虫除け虫ペールアルファ30。やっぱり信頼性というところで日本製です。同じようなタイプのでね、缶スプレータイプのね、虫除け虫ペール PS30 なんていうのもあるんですけれども、あれはですね、ちょっと航空機に持ち込むときにですね、ガスボンベとして引っかかる可能性があるんで、海外に持ってくるんだったらこっちの方がおすすめです。これね、ノンガススプレーなんでこういうプッシュしてこうスプレーするタイプですんで、ね、これだと、航空機で引っかかることはあまりないと思います。で、私ネットでいろいろ調べたんですけど、この虫除けの有効成分、ディトっていうんですけれど、これがね、30% 入ってるっていうのは国内最強レベルなんですね。海外行くとね、この有効成分がね、もっと高い 50% とか 60% とかあるんですけれども、そういったものっていうのはね、布だとか革やなんかの色を侵します。ですんで、洋服だとか座ったシートだとかをね、傷めてしまわないレベルっていうと、この辺が最強なんだと思います。メーカーのね、ホームページに持続時間8時間って書いてありました。さっきのね、オフローションも8時間なんですけれども、やっぱりね、日本のそれとフィリピンのそれだと説得力が全然違いますよね。これをね、日本に帰った時に、まとめ買いしてフィリピンに持って帰ってきたりとか、あとバリクバイアンボックスで、日本からフィリピンに送ったりなんかしてます。私ですね、毎日夕方あたりからテニスコートでテニスして、で、そのまんまですね、屋外で、ビール一杯やってるんですね。そういうところは蚊が大量にいますんで、無防備にそんなところで飲んでるとですね、間違いなく蚊の餌食になります。テニスのプレー後はね、これをスプレーして防御してるんで、ビール飲んでてもですね、蚊に刺されることはほとんどありません。ご参考にですね、この虫除けスプレーのね、Amazon のリンクを説明文に貼っておきます。で、こういったですね、強い薬品を使った虫除けの他にもですね、私こういう、天然成分を使って、自作できる虫除けスプレーっていうのをね、自分で作って使ってます。これはですね、持続力がそんなに長くないので、出先で使うというよりは、自宅ですね、ちょっと外へ出る時とか、犬の散歩する時とか、そういう時にね、こうスプレーで使ってます。これね、作り方についてはですね、ブログ記事で詳しく書いてますんで、これも説明欄にリンク貼っておきますね。日本っていうのはね、衛生環境がとってもいいので、こういったね、感染症のリスクっていうのが非常に低いんですね。対するに海外、特にフィリピンなんかだと、こういったデング熱の他にもですね、例えば狂犬病とかですね、結構怖い病気がいろいろあります。狂犬病についてはね、今後動画を作ろうかと思ってます。気になる方はですね、チャンネル登録をした上で通知設定ですね、ベルのマークの通知設定をこのようにして、通知をお待ちください。全てに万全の対策をするっていうのはちょっと大変だと思うんですけれども、まずは予防策とかそれから対処法ですね、こういった知識だけでもね、身につけておくことで、やはりいざという時にね、違ってくると思います。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。いつもね、Facebook でたくさん友達申請いただいております。ありがとうございます。友達申請する際はですね、必ずメッセージを一言添えてね、送ってください。今回も最後まで動画お付き合いいただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。